どうも、学ランマンです。こんばんは。今日はですね、ビデオレスポンスですね、On Becoming Japanese、日本人になれることについて、パート3を、やりたいと思います。今日はですね、ちょっと、普通と違って日本語でいこうと、思っております。彦左衛門のおすすめで、はい、まだこのような内容を日本語で話せる能力は私にはないと思うんですが、頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いします。はい。まずはですね、ちょっと背景を説明させていただきます。彦左衛門というブロガーがいます。で、彦左衛門はですね、日本人になれることについてご意見を述べました。それでですね、日本人になれることとして、いいところも悪いところも、たくさんあると思うんですね。はい。どんな文化に行ってもいいところも悪いところは当然あります。で、外国人がですね、最初日本に来て、その異文化を感じる、違う価値観を感じる、でそれで自分の価値観と、噛み合わないところを拒否するとか、それはよろしくない、私にとってはそう思わないから、いらないっていう、意見ですね。それを、持たない方がいいという、彦左衛門は、おっしゃいました。私も、本当にその通りだと思います。本当に日本に行って初めどんな国でも同じですが、日本に初めて行ってその日本の、自分と今まで違った価値観に接するとき取り入れようとする努力が非常に大切だと思います。私も本当に大賛成です。そのところでですので、いいところも悪いところも両方入りますね、最初の方は。でそこではですね、少しちょっと批判を感じた、ことがあります。それはですね、残業に対する話なんです。私は初めて日本に来た時、本当に驚いたのは日本人が働く程度です。本当にサラリーマンが夜遅くまで、10時まで働くとか、普通の社員でも、休みの日でも仕事に行くとか、家族との時間が減ってしまうとか、そういったことに、すごくびっくりしました。もちろん日本人のみんなはそうでもない、それは十分分かっていますし、これが日本に限定されることでもないと思いますが、それは確かに、日本の文化に深く関わることだと思います。でこれはですね、彦左衛門が言ったのは、もちろん西洋人としてイギリス人としてアメリカ人として誰でも西洋人として感じているのは、その残業働き方は受け入れにくいとか、あんまりいいことではない、もしくは悪いこととして感じてしまいます。私の、話した外国人の中でもそういうふうに思う人はたくさんいます。でもちろんさっき言ったように、いいことも悪いことも両方取り入れるべきですね。日本人になろうとする外国人が日本の文化を深く理解しようとする外国人は、そういったいいところも悪いところも取り入れるべきですね。でここでその悪いこと、残業のこと、悪いこととして感じる残業のことを取り入れることがすごく難しいですね。でこれをどうやって、うまく取り入れるか、そして、私の感じるのはどれぐらいの程度すればいいかということが非常に難しいですね。そこで本当に自分の、精神的にでも肉体的にでも体を壊すぐらいなら、そこまでの残業の程度をしなくてもいいと思います。本当に自分が、ちゃんとした、健康的な生活を送れなくなったら、それはダメだと感じています。それなぜかっていうと、個人的に思うのは、人間には、そういう豊かな生活を送る権利があると感じます。そういう豊かな生活っていうと、やはり、仕事を良くすること、で遊びも良くすること、休みと、活動する時間を両立することですね。でそれは誰にでも文化とか国を関係なく、そういう選択肢はあると思います。そしてそういうことで残業が本当に健康に深い影響を及ぼしてしまったら、それがその人間の人権って言ってもいいかな、人間の権利に侵してるっていうことで、やはり良くないことだと思います。そこで残業の日本人になろうとする日本の文化を
深く理解しようとする外国人でも、そこでやっぱり自分の限界をつけてもいいと思います。ここで多分おそらく絶対に彦左衛門が言おうとしてたのは、やっぱり、日本に、来る前にとか来て初めて感じることとして、外国人は多く、そこまで残業はもう無理だ、絶対にできない。でそこでもし例えば今僕が話しているように、そこでじゃあそこまで残業しなくてもいいよと簡単にポンと言ってしまったら、その外国人ももしかしてじゃあ残業しなくてもいいんだ、いつものように生活を来ればいいんだと思ってしまうんですね。それが、危険なことですね。本当に、その日本の文化を理解しようとしてないという、ことになってしまうんですね。でそこでですね、よくわかります。なので健康的な生活を送ると同時に日本の文化を深く理解するために残業することで、その両方、両立してバランスをとってすればいいのではないでしょうか。本当にそのバランスは取れると思います。極端な残業しなくてもいいし、全く残業なしで日本のそのところを拒否することもなしで、本当にバランスは取れると思います。私はそういうふうにちょっと道徳的な理由をつけて、思っております。はい、ちょっと偉そうな意見になってしまったんですが、はい、私ももちろん一生懸命頑張りたいと思ってますので、本当に残業することとか、ボランティアとして休みの日でもボランティアとしてみんなと同じように参加することは非常に大事なことだと思います。今まで自分が持ってた価値観と違って、本当に新しいこと、新しい価値観のもとで何か新しいことをやろうとすることが非常に異文化を理解すること、として非常に大切な段階として思っています。はい。でそれぐらいですね。はい。ちょっと長くなってしまいましたが、はい、すいませんでした。はい。うまく説明できたかどうかはちょっと自信がないんですが、はい、もし、コメントでもビデオレスポンスでも、日本語でも英語でもあれば本当に聞かせてください。本当にこのことに大興味を持っています。はい、で彦左衛門にも本当に、このことを冷静に、経験を持って立派な人として話してくれて、そして他の YouTube の皆さんも意見をいただいて本当にありがたく思っています。これからも、いろんなこと一緒に異文化として異文化のこととか、楽しいことでもはい、いろいろやっていきたいと思います。それでは、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは。